こんにちは、まいです。今回は物を購入するときに考えること7選をお伝えします。お買い物で失敗したなと思うことが減った考え方で、ケースバイケースではありますが、物を購入する際になるべく多く当てはまるように意識している点をまとめてみました。それでは行ってみましょう。1つ目は予算を設定するです。予算を設定するために、まずは欲しいものの大体の相場を調べていきます。今まさに普段使っているシャワーヘッドが壊れてきているので、細かいミストが出るシャワーヘッドを購入しようといろいろ見て回っているのですが、ミストという機能性を求めると、だいたい相場は2万円前後の商品が多い印象です。シャワーヘッドに限らず、新しい商品を比較していくと、自分が求める機能やデザインなどによって大体のものの相場が見えてくることがあります。ガチガチに予算を設定すると物選びがしにくくなってしまうのですが、物の相場を知り、大体の予算を設定することで無駄遣いを避ける効果も期待できます。2つ目は機能性は十分かです。デザイン性だけで惹かれて購入したものの中には、機能がいまいちだったり、壊れやすかったり、使いにくいことがあります。しかし、高機能を求めすぎると高額になっていく傾向もあります。多機能は魅力的に見えますが、自分が使いこなせない機能がついていても、結局宝の持ち腐れになってしまいます。この電子レンジは温め、オーブン機能がついていること、あと天井の掃除がしやすいというポイントを重視して選んだ商品です。今まで料理をする上で足りない機能はなく、掃除がしやすい点を重要視して買ってよかったと思える電子レンジです。大切なのは、自分が求めている用途に合った機能が備わっているかに視点を置いて商品選びをすることだと考えています。3つ目は欲しいと思っているものかです。予算内で機能性が十分だからこれでいいやと購入しても、すぐに飽きてしまうことが私はありました。機能美を求め追求する方もいれば、デザイン性重視で物を選ぶ方もいるかと思います。どんなものを欲しくなるかは人それぞれだと思うのですが、私の場合は機能性とデザイン性がマッチしている時にすごく惹かれる傾向があります。使う時の便利さもそうですが、このものに出会えてよかったと惚れ惚れできるものが生活の中に散りばめられていると、とても幸せな気持ちになります。4つ目はお部屋の統一感を崩さないかです。これは最近意識しだしたことなのですが、物単体では素敵だと思えても、家に持ち帰って並べてみるとなんかマッチしないという現象が起こり、お部屋の中がちぐはぐした雰囲気になってしまいました。今はお部屋の色の方向性をある程度決めるようにしたので、ベースは落ち着いた色を選び、派手な色はちょっとしたアクセント程度にとどめるようになりました。例えばキッチンアイテムはブラックやステンレス系を多く選ぶようになり、統一感を出せるようにしています。おしゃれなインテリアを目指すには、私にはハードルが高く、今まで何度も失敗してきたため、今はシンプルな色をベースにお部屋の統一感も大切にしながら物選びをしています。5つ目は代わりに手放せるものはあるかです。物を購入するときは基本的にワンインワンアウトを意識し、物があふれないように注意しています。
今使っているものをアップデートする場合は、古いものを手放したり、同じ機能や用途のものを減らすことができるかを考えます。少し前にショルダーバッグを購入したのですが、以前から使っていたこのボディバッグをほとんど使うことがなくなってしまいました。なので今回はこのボディバッグを手放すことにしました。ただ今までにないものを購入する場合などもあるので、このワンインワンアウトが絶対条件ではありませんが、意識をすることで物の出入りを管理することができると考えています。6つ目は複数の使い道があるかです。これも絶対条件ではありませんが、使い道が一つではなく複数あるものだと個人的にテンションが上がります。多機能や代能ができるものを使うことで、ワンインワンアウト以上に2アウト、3アウトできるとさらに魅力を感じてしまう傾向があります。例えば毎度おなじみのこの9度の器は、電子レンジも食洗機も冷凍冷蔵保存容器にも使うことができ、さらに蓋が平皿になるという優れもので、スタッキング収納も可能。おまけにおしゃれという文句なしの多機能ぶりです。またティッシュとしても兼用しているキッチンペーパーや、顔の保湿剤やハンドクリーム、リップクリームとしても使えるプロペトのように、日用品で代用・兼用できるシーンが多いと、ストック管理が楽だったり、消費スピードも把握しやすく、最後まで使い切ることができるようになりました。最後7つ目は本当に必要かどうかです。最後の最後で、それって本当に必要か、自分が本当に欲しいと思っているものかともう一度自分に問いかけます。物が欲しい欲が勝っているときは、買うための理由ばかりを並べていることがあります。そうなると、必要だから手にするではなく、とにかく手に入れたいという気持ちが先走ってしまうことがよくありました。そのため、物を買うのに数日悩みながら冷静になれる時間を作り、とにかく手に入れたい欲をクールダウンさせながら衝動買いをしないように意識をしています。はい、以上が物を購入するときに考えること7選でした。実際購入するときは実物を見に行く、レビュー評価をチェックするなどもありますが、今回は考えることに絞ってまとめてみました。この動画が面白かったよ、参考になったよという方は、高評価やチャンネル登録をしてくださると嬉しいです。あと動画に関する感想もコメントでお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。